改めましてメルと言います。30年前、元走り屋 AE86 に乗る峠小僧をしておりました。ですね、まず皆様にお伝えしておきたいのが、私、外国人でもなければハーフでもありません。私、思いっきし日本生まれの日本人です。先日、いつもご覧いただいている視聴者様からですね、中国の方ですが、日本語がすごく上手ですね、と。このようなコメントをいただきまして、私ですね、有料のボイスチェンジャーを使っておりまして、声をアメリカ人をチョイスしているんですよね。それで、このようなイントネーションになってしまっております点をご承知おきください。ということで、本日も峠族の走り、行ってみましょう。まず本日は、私のいつもの峠族仲間でもある、チカッパイケトッタイの順坊を紹介したいと思います。この順坊なのですが、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。なんと、部屋の中に、実車の S14 種類がぶっ込んでしまっておるんですね。映像をご覧の通り、実際に乗り込むと、モニターも設置されていて、完全に趣味化されているんですよ。ほんとすごいですよね。で、私、1年ほど前から彼と一緒にちょくちょく峠を走ることが多くて、彼にも ML86 に乗ってもらって峠を走ったりしているのですが、今風の峠族仲間というんですかね。そんな順坊が、先日ですね、ML86 をさらに実車の非力な AE86 っぽくしたいということで、ML86 のデータフォルダーの、パワーラットでですね、AE86 の、フラー交換とエアクリーナー交換レベルでですね、純正の 4AG に、吸排気系を交換して、ちょっとレスポンス良くした、トルクカーブを作ってくれたんです。ぜひ私の峠仲間でもある順坊の、チャンネル登録も、よろしくお願いいたします。はい。では早速ですね、この吸排気系のみをいじった AE86 で、ちょっとアクセルターンやってみましょうかね。あえて低回転で4000回転ぐらいでちょっと繋いでみましょうか。4000回転レベルではアクセルターン AE86 できないです。はい。で、今度は、ちょっと6000回転ぐらいまでちょっとパーンと煽ってケツを出すと自然にアクセルターンができます。でもこれが実車の AE86 の挙動なんですね。で、今度はちょっと2速で、サイド進入やってみましょうかね。ドリフトに持ち込みたいと思います。ここから2速に入れてサイド引いてドリフトをしますが、出口でご覧のように回転が落ちます。ここからあえて無理に繰り返しをしようとすると、このようにご覧のようにですね、ストールしてしまうんです。でもこれが AE86 の実車の挙動なんですよ。実際に乗られたことがある方お分かりだと思うんですけど、アセットコースでよくある、このスレスレスレって出てしまうような AE86、実際は AE86 乗られたことがないからなのかなと思いますけど、でもこれが実際の AE86 の挙動となります。これで黒柴さんのちょっと、私妙義をですね、ちょっと攻めてみたいなと思いましたので、ちょっと当時を懐かしくちょっと走ってみたいと思います。はい。それでは先週に引き続き、今週はですね、この黒柴さんの妙義さんをですね、元峠族としての攻めた走りとしてご覧いただきたいと思います。まずはこの妙義公園第一駐車場で、ドリフトをしながらですね、抜けていきます。で、本来はスタート地点というのはイニシャル D にしても黒柴さんにしてもここなんですよ。ここがスタートラインなんですけど、ちょっと今回は、抜けていきます。で、2速に落とし、ここはですね、2速でしっかりとパワーバンドを使いながら、クリアして、で、左から右に寄せていきます。で、右側に寄せながら次側の左の S 字があるんですね。で、3速から2速に落とすタイミングはこの S 字の中間地点でここで落とせます。で、ここは、抜けて右側に寄せてから、ここもブレーキでですね、先週行ったようにブレーキで角度を変えます。で、ここからですね、入りに寄せながら、この左側に寄せておきましょう。で、3速で、まずインレタでですね、抜けて、で、2速に落として、ここはですね、ここから、この右側に寄せて、次はブレーキで角度を変えます。で、
ですね、ここはアクセルがしっかり入れるところですね。ここから3速に入れて、で、右側に寄せて、で、ここでしっかりとブレーキです。で、アウト、右側に寄せて、ここはブレーキで角度を変えましょう。で、このまま3速で抜けて、速度を落とさずですね、で、2速に入れて、ここも車が暴れないようにしてください。で、ブレーキをかけながらですね、で、ここもしっかりとブレーキでですね、車を抑え込みながら行きましょう。で、次もここの車を、ブレーキで微妙に角度変えながらですね、します。で、このままハンドルをこじりながら、次もブレーキをしっかりかけてくださいね。で、左に寄せて、で、次がですね、ここからはアクセルをしっかりと踏んでいけるところですので、で、3速に入ります。で、次が、2速に落とすんですが、しっかりとここもブレーキでかけて、曲げていきます。で、ですね、このまま抜けていきますが、しっかりとここでブレーキをかけましょう。で、アウトに寄せて、で、2速のまま行きましょう。で、ここからですね、アウト、イン、アウトで寄せて、で、ここでブレーキで角度を変えます。で、次は、ここでしっかりとブレーキ、ドリフトで流して、ちょっと乗り切ってしまいましたが、ここからインで寄せていきながら、ここはしっかりブレーキかけてください。でないとコンクリートでぶつかってしまいますので、ここで3速に入れます。で、2速に落としたタイミング、ちょっとペダルご覧ください。私、左足ブレーキを使います。左足ブレーキを使うことによって、このオンザレールの感覚でですね、車を暴れさせず、オンザレールで曲げていくことができるんですね。で、ペダルの組み方をちょっとご覧いただきたいのですが、この、右左、交互に入れるんですね。注文右足はパーシャルです。パーシャルの状態を保ちながら、完全にオフにせずに、ブレーキで微妙にコントロールしていく。そうすることでこのようにですね、オンザレールの状態で、ノーズを、インに、つけることもできますし、リア側もですね、コントロールすることができます。で、ここは3速で抜けていきますが、ちょっと回転不足かな。ちょっとクラッチで煽ってください。で、ここから2速に落とすときも必ずステアリングがまっすぐのときに、落としてくださいね。で、2速でちょっと車の、角度を変えながら、ここからインに寄せていきます。ここのパワーバンドをしっかり使っていきましょう。3速に入れて、2速に落として、で、車がここもアウトに膨れないように、コントロールしていきましょう。で、ここからですね、右コーナー、入ります。インにつけて、アウトに抜かせて、で、あとはですね、もう3速で抜けて、もうゴールですね。あのようにですね、ブレーキングドリフトというのは、そもそもがグリップの延長にあるものなんですね。で、速さを追求したものがブレーキングドリフトとなりますので、ちょっとシフトミスしてしまいましたが、ブレーキングドリフトというのは、グリップの延長にあると思っておいてください。いやー、にしても、この黒柴さんのコース元の妙義さん、とても走りやすいコースですね。正直、先週は私、数本しか走っていなかったため、マージンを稼いだ走りをご覧いただいておりましたが、今週は私、そこそこですね、コースを走り込んで、頭にコースを叩き込みました。で、今回は中排気のみをいじった、86として走らせていただきましたが、やっぱり切り口とはいえ、下りで攻めるというのはスピード感もあって、とても楽しく走らせることができたと思います。で、皆さんにお伝えしておきたいのが、峠を攻めるというのは、正直一番ドラテクを上げるコツだと思います。理由としては大きくお伝えすると2点あるかなと思います。というのが、まず一つ目は、難易度を考えることができるという点ですね。やっぱりサーキット以上に峠というのは、コーナーから次のコーナーへの距離が短いです。で、次のコーナーを考えたラインを、考えた走りをですね、しないといけないんですね。で、単純なアウトインアウトで走っていてはですね、ライバルと差をつけることなんてできないんです。なので、頭を使うことがとても重要になりますし、峠で私も走っていた頃は、できるだけ速い車についていてですね、相手のラインをよく盗んだりしていました。で、二つ目は、
自分が身につけたテクニックを駆使できるという点です。で、まずは先週お伝えしたステアリングではなく、ブレーキで車を曲げるという、ドリフト名ではいわゆるブレーキングドリフトってやつですね。で、ブレーキングドリフトというのは、先ほどもお伝えしたように、峠族たちの間では、ドリフトのテクニックっていう認識よりも、ステアリングでなく、ブレーキで曲げるといった、あくまでもグリップでライバルよりも速く走らせるためのテクニックの一つでしかないんですよね。で、この点を認識しておくことで、これまで以上にさらに速さを追求することができると思います。あともう一つ挙げるとすれば、本日途中でご覧いただきました左足のブレーキですね。で、これは私の峠ではよく使うテクニックでありました。で、使い方としては、基本、右足はパーシャルなんですよ。で、パーシャルで絶対奥にしないでください。で、左足と右足は、交互に踏み分けるんですね。で、先ほどのブレーキで車を曲げるの応用として、左足のブレーキを使って車の向きを変えたり、で、あと、左足でブレーキを引きずったりすることで、オンザレールの状態で車を外側に膨らませずに、レール上のようにですね、走らせることができたりします。これは実際のところカートで走らせてた方には、基本的なテクニックでありますので、峠でも応用することができるんです。といった感じで、峠ではサーキット以上に自分のドラテクをですね、試すことができる場でもあるんですね。はい。ということで、本日の動画もいかがだったでしょうか。ここまでご覧いただいた方は、ぜひチャンネル登録と通知と、あと高評価もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。